人生ではあらゆる経験が今の私たちを形作っています。年を重ねるごとに知識や経験、そしてこれまでの道のりで得た教訓が蓄積されていきます。今日は東京近郊で最も有名かつ歴史のある町の一つ、川越にやってきています。今回は日本の人生の先輩方にお話を伺い、その人生のストーリーや経験から学びながら若い世代の人々へのアドバイスを伺っていきます。はい、やべな。こんにちは。こんにちは。失礼なければおいくつかお聞きしてもよろしいですか？71歳です。71歳の実感はどのようなものですか？昭和の人間はずっと働きますね。体が健康のある限りはね。はい。それが一番やっぱり自分にはいいんじゃないかなと思います。体にね。はい。そうか。じゃあ定年された後も今も働かれているということですね。そうですね。もうね、日本人は働かないからダメですね。ありがとうございます。じゃあ突然になってしまうんですが、どのような時に幸せを感じますか？仕事をしてる時が一番幸せじゃないですか。かっこいい。それと寝る時ですね。ありがとうございます。こんにちは。こんにちは。このとても可愛いお洋服を着られていて、素敵だと思います。本当にありがとう。失礼なければですが、おいくつになりますでしょうか？いい年でね、83歳。83？すごい、ね、こんなにお元気で、本当にすごい。元気でしょ？はい、すごく元気で、なんかエネルギーも明るくて、素敵です。ね、83歳ですね。実感はいかがですか？実感ね。83歳に見えないと思って見えないどのような時に幸せを感じますか？素晴らしい質問ね。ありがとうございますそうね、結局家がね、家庭内が円満でね、何のあれもなく、ね、お互い何でも言える間柄でいるってことね、と思います。ありがとうございます。こんにちは。はい、こんにちは。失礼ではなければ、はい、年齢を聞かせていただいてもよろしいですか？79です。12月で80。見えない。79歳の実感はいかがですか？そうね、あんまり年を気にしてる、時間がないっていうか、毎日忙しく、追われてるんで、年を考える時ないです。まだまだこれからやりたいことたくさんあるんで。かっこいい。どんな時に幸せを感じますか？そうだね、幸せはいろんなケースで感じるんだけど、犬と一緒にのんびりしてる時とかね、それとか自分でやりたいことをやってる時なんだけど、この川越の町でね、いろいろイベントやったりなんかやってるんですよ。そういうのが楽しくて幸せを感じる。楽しいね。商売やってるだけじゃなくて、川越の古い文化を残していくっていうのかな。それがまた50年とか100年とか後のね、子供たちがそれをこう思ってくれたらなんかいいよね。なんか、生まれて生きてきた、なんか残せたような気がしてね。ありがとうございます。こんにちは。こんにちは。今とても綺麗な絵ですね。ありがとうございます。何の絵を描かれているんですか？ここはね、川越はね、この町はね、全部絵を描きたいの。だからこっちの端からこっちの端までね、全部ね、こっちに引っ越してきたんですよ。この町が気に入って
こっち川越に住むようになったわけ。そうだったんですね。差し支えなければですが、おいくつですか？私は77。ラッキーセブン。セブンね。セブンはありがとうございます。77歳の実感はいかがですか？実感はね、もう時間足りないの。時間足りない。だから私100歳まで生きるつもりだけどね、今度体がうまくいけばよ、ね、書けるけど、ね、体言うこと聞いてるうちに仕上げたいんですよ。どんな時に幸せを実感しますか？私はね、建築のね設計をやってたんです。建築アーキテクト。だから建物には関心があるんですよ。こういうのを見るとドキドキしちゃうんです。それを表現したいからね。普通の人だったらあ、そっかってなもんでしょ。大きい屋根ですね、蔵のこういう感じがいいですね、それだけでしょ、だけど私は建築の細かいところがねいっぱいデザインされてるんですよ。デザインしてるところがいっぱいあるの。日本の建物っていうのはね、普通のビルと違うから、そういう細かいところがね、そういう建築の目を見て描いてるから綺麗だった、ありがとうございます、こんにちは。こんにちは。失礼なければ、おいくつ83歳。すごい。83。83歳の実感はいかがですか？今を生きてるっていうことかな。今日を生きてるっていうこと。ありがとうございます、どんな時に幸せを感じますか？そうね、人と会った時の笑顔を見るとか、それから自分がいろいろ過去にやったことね、そういうことに共鳴してくれて、分かるかな、共鳴してくれて、すごいなとか嬉しいなとか、そういう時に喜びを感じる。ありがとうございます、では続いての質問ですが、もしも過去に戻って変えられるとしたら、何か変えたいことはありますか？いや、今まで自分がやってきたのでは、これが一番最高だと思います。自分の人生ですね。ありがとうございます。若い時の自分に何か一言言えるとしたら、どんなアドバイスをしたいですか？どういうふうなアドバイス言ったって、もう働かないとご飯が食べていけないから、やっぱ日本人として人に迷惑かけないようにやっぱ働く、それが一番ですね。ありがとうございます。では最後に、若い世代に何か一言お願いします。何でもいいから働かないとダメですね。汚くても何でもいいから、たら自分が幸せになります。誠実に働けばお金には困らないです。とても素敵なアドバイスありがとうございました、もしも過去に戻れるとして、何か変えられるとしたら、変えたいことはありますか？過去に戻って変えるの、難しいですね。ないでもなければないでも大丈夫、今日が良くて、もう変えたいこともない、今を楽しんでるということ。ありがとうございます。もしも若い時の自分に一つアドバイスができるとしたら、なんて言ってあげたいですか？そうね、若い時の自分はね、結構おとなしかったから、もうちょっと活発でもよかったかなと思ってもっと遊んで、それはありがとうございます。では最後に、若い世代に何か一言アドバイスをするとしたら、何を、伝えたいですか？若い世代にね、人生を楽しんでね、行っていただきたいなと思ってますね。楽しみます。ありがとうございます。人生を振り返ってみて、もしも何か変えられるとしたら、変えたいことはありますか？それはね、今のなんつうんだろうね、今の考え方っていうのかね、で若くなれたらいいなと思うね。若い時ってすごい分からなくて、でめちゃくちゃやったんだけど、今いろんなことを見てきて、でその目で、若い時に戻れたらなんか違うことができたんだろうなっていう、それはありますよね。全ての経験をから学んだことをそのまま持って、確かに
そうそれがやっぱりね若い時分かんなくて残念、ありますよね。ありがとうございます。はい、若い頃の自分に何か一言あげられるとしたら、何と伝えたいですか？そうですね。若い時の自分に伝えるとしたら、なかなか難しいけれどもね。でも人のこと考えないで、自分のことばっかりで生きてきたんで、で年取ってねそれじゃいけないんだっていうのが分かったから、だから人のことも考えて生きなきゃな、そう言いたいよね。ありがとうございます。最後にその若い世代に何かメッセージをあればお願いします。そうね、若い子、昔の若い子に比べて日本の若い子ってすごく元気がないっていうのかな。元気がなくってで少しは無茶やってもいいんだろうなと思ってます。あんまりねおとなしいいい子になりすぎても日本の若い子ねもっともっとねやりたいことやって、でちょっとこう日本にね元気をつけるようにね、そういう風に頼みたいよね。おとなしいいい子になりすぎてるよね。確かに、恐れてるかな。飼いならされてるって言うとおかしいけれども、私は戦争第二次世界大戦が終わって昭和22年に終わってで21年でしょ、焼け野原、日本が焼け野原の中で生まれて、でなんつうんだろうね、もう本当に拾って食べるような生活だったんで、野生味じゃないけれどもそういう意味でたくましかったんだけど、今の子は食べるものでも何でもねもう衛生的で親が気使って過保護でしょ、そういう意味でもね弱いなと思うので、すぐもうね具合悪くなったりすぐ諦めたり、だけど我々はもう子供の頃から精一杯でね生きるのが精一杯で食べ物もなかったし、だからこれからねどういう時代になるんだかわからないけれども、またね日本今平和だけどいつねそれが崩れるかわかんないでしょ、でそうなった時にやっぱりたくましい、大人でないと生きていけないからね、だからそういう大人になってほしいよね。ありがとうございます。昔に戻ることができて、何か変えられるとしたら変えたいことはありますか？変えたいことはね今んとこない。私はもうさっき言った建築の設計してたからね、建築を進んできましたよ、お仕事でね。だけどもリタイアしてるからね、今度は現物を残してくれた人たちに感謝することね。昔こんな家を作る人がいたってこと、今まで歩いてきた道をまた同じ道を繰り返すかもしれないけど、もっと深く付き合いたいよね。ありがとうございます、もしも過去の自分に何か一言アドバイスをするなら、何を伝えたいですか？勇気です。勇気、それから感じることね、感性を豊かにする、感じたことをそのまま行動する、そういう勇気、これすごく勇気がいることなんですよね。だから絵を描きたいなって普通に描いてるのもいいけども、ここに込めるというかな、もっと深めたいという気持ちがいつでも人間持ってると思うんでね、そういう意味でもっと深めたい。ありがとうございます。じゃあ最後に、若い世代の人々に何か伝えたいことはありますか？いっぱいあるんだけどね、言ってみれば今言ったのと同じようになるけども、希望だね。希望を勇気に変えて、自分がやりたいことをね勇気を持って行動するという、行動に移すということね。行動して自分のやりたいことをどんどんつなげて深めて、その勇気を持つってことね、意外とね勇気が必要なんですよね。力も必要だけども、まずは感じて感動したことを勇気を持って行動するっていうことかな。ありがとうございました。ご自身の人生を振り返ってみて、もしも戻れるとしたら何か変えたい過去はありますか？好きな人に一言好きだったって言いたいね。
ありがとうございます。じゃあもし過去の自分に何か一言伝えられるとしたら何と伝えたいですか？今を生きろっていうことかな。かっこいい。今がすべて、今を生きろっていうこと。それからやっぱり世界が平和であること、戦争がない世界ができないかなっていうことを、常に思ってるっていうことですね。はい。ありがとうございます。今の若い世代に何か一言メッセージを届けるとしたら何を伝えたいですか？相手を信じること、これが日本人のアイデンティティの中に入っています。何かというと、日本人はお辞儀をします。ちょっとやります、はい。これは日本人の挨拶です。外国人は何をするかって握手をします。目は離しません。お辞儀っていうのは先に信用しないと何をされるかわからない。だから日本人はお辞儀をするということは先に相手を信用するという文化です。だからお辞儀をします。これは世界平和というのは相手を信用するということ、相手を信じるということ、これは日本人のアイデンティティです。お辞儀をするということですね。これは非常に日本人にとって大事な文化だと思ってます。これは世界の人たちに知ってほしい。日本人は相手を先に信用するという文化です。はい。ありがとうございます。今回のインタビューはここまでです。私たちにとって人生の先輩方からのメッセージはとても感動的で、たくさんの学びを得ることができました。皆さんはどう思いましたか？ご意見やご感想等ございましたらコメント欄でお待ちしています。それではまた次回の動画でお会いしましょう。